こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はですね、Salesforce でクラウド ERP を作ってみましたっていうフライクの事例をお話をしていきたいなっていうふうに思ってるんですが、この内容は多分300ページぐらいあるので、またね、得意なんですね。その超大作のホワイトペーパーを作るのが。なので、今日は第1章、Salesforce は CRM、SFA だけではもったいないっていうテーマでお話をしていこうと思っておりまして、営業支援ツールから全社業務の中核システムへっていうことで、たくさんお話をしていこうと思っております。ぜひ最後までご覧ください。成果はどれくらい作られる？早速スタート！じゃあ、Salesforce の導入企業の現在地と隠れた企業課題なんですけど、言わずと知れた Salesforce は15万社以上に利用されている世界トップクラスの CRM、SFA ツールだと思うんですよね。で、昔は大企業とか上場企業とかが、2000年前半ですかね、2005年とか2006年とかを使ってたんですけど、2010年以降は中堅中小企業まで幅広く使っているのが Salesforce なんですけど、Salesforce のライセンス費用は Sales Cloud Enterprise Edition を使う場合に年間約24万円なんですって。この費用は決して安いとは思えないので、しっかりと使いこなしてもらいたいんですけど、じゃらん！ここで視聴者の方に質問です。日本の黒字企業は全体でどれぐらいと思いますか？ 1、100%、2、50%、3、25%、4、10%。答えは？覚えてなかった。53.5% が黒字の企業らしいんですって。じゃあ、黒字の企業が100社ありました。そのうちの黒字企業の中でのどれぐらいが中小企業ですかっていう質問なんですけど、ここでクエスチョン。チュルン1、50%、2、30%、3、15%。どれだ2、30%。正解！なぜならば答えを見てるからです。あざっす。っていう状況なんですけど、年間のね、黒字企業の平均の営業利益率を 3% って想定すると、1人当たり24万円のセールスソースのランニング費を賄うには、割り戻すと800万円の売上が必要なんですと。つまり、この中小企業の約 30% がセールスソースを契約してるんだったら、1人当たり800万円追加した売上が上がらないと、もったいない投資なんですっていうことが言えると思うんですよね。10人契約するとしたら、8000万円ってことですね。約1億ですよ。そんだけしっかりとコミットメントしてセールスソース使えてる企業さんは、今日の動画はここまでです。バイバーイってなるんだけども、なわけないんですよ。このさ、暑苦しい絵面のさ、大滝とシンボリのわざわざクリックして見てる人たちは、絶対答えが欲しいんですよ。なので、結論言います。営業部門だけで CRM、SFA を使ってるから、それが非現実的なんですよね。なので、クラウド ERP っていう風な考え方を持って、営業部門の成果を契約、請求、利益管理、シームレスにつなげて、利益として企業全体に還元するような仕組みを作りましょう。つまり、部分最適ではなく、全体最適化の業務を考えていきましょうねっていう風な意味合いなんですよね。じゃあ、Salesforce でどういう風な使い方をすればいいかっていうと、AppExchange でたくさんのものをダウンロードすればいいかっていうと、そうじゃないし、API でたくさんつなげればいいかっていうと、そうじゃないですと。ちゃんと Salesforce の全社的な活用を考えた上で、投資対効果を考えていきましょうねっていうのが、我々フライクからの伝えたいことなんですよね。なので、間違えてほしくないのは、全社最適化するために全員が24万円の高価なライセンスを契約しましょうっていう動画ではないです。なぜならば、うちがSalesforceの代理店ではないからです。Salesforceのライセンスを売ってるパートナーではなく、ちゃんと固定費を抑えた上でビジネスを最大化させましょうっていう風なニュアンスをお伝えをしたいんですけど、笑ったシンボリ君、どういうところで笑ったんですか？いや、
ブライクっぽいなと思って。攻めるよね、だって僕たちがセールスソースの代理店だったらセールスクラウド使いましょうって提案するもん。サービスクラウド使いましょうって提案するもん。でも僕たちはそういうような利益は一切いりませんと。お客さんがビジネスを加速させたその利益で僕たちは雇ってもらっているというか、コンサルティングパートナーを契約してもらっているので、固定費を抑えた上でビジネスを最大化させる方がお客さんにもフライクにもメリットがあります。まずセールスソースのライセンスを最適化できてますかっていう風なところからお話をしていきましょう。売上を生み出すのは営業部門と思っている人多々いると思うんですよね。ただそれは誤解であって、広報やマーケティングはお客様の問い合わせを生み出す部門で、ミドルオフィスカスタマーサクセスは受注後実際に商品やサービスを届ける部門、営業事務とかバックオフィスはお客様からの入金を会社の利益に変える、管理をするっていう風な観点で、売上を生み出すのは営業部門かもしれませんが、その前後の領域っていうのが必要不可欠なんですよね。なので営業部門っていうのは数字を作る起点にしか過ぎないので、しっかりと広報からバックオフィスまで各部門のシームレスな連携をしていきましょうっていうのがコンセプトなんですよね。冒頭でもお伝えしたように、私たちフライクはセールスソースをクラウド ERP の中核に作っているんですけど、その ERP っていうのはエンタープライズリソースプランニングって言って、販売契約請求とか利益管理とか企業全体のプロセスを一気通貫で管理しましょうっていう風なシステムなんですけど、それをセールスソースを使いましょうって言ってるんです。なので営業部門だけではなく、セールスソースをいろんなところで使っていきましょうっていう風なお話なんですが、じゃあどうやって ERP を導入しているかなんですけど、クラウド ERP ではなく ERP っていうオンプレミスとか特化したシステムを入れるときには数千万から数億円の初期投資が必要なんですって。つまり大企業向けじゃないですか。無理っすよね、中小企業が買うには。なので中小企業が導入しやすいようにセールスソースを複数の SaaS と連携をしましょうっていうのがクラウド ERP っていう風な考え方になりまして、セールスソースを全社業務のハブのような機能を使いましょうっていう風な意味合いです。つまり全社の情報とプロセスを一元化する役割としてのプラットフォームの位置づけなんですよね。じゃあセールスソースをプラットフォームだけで使っていいんですかねっていう意味合いなんですけど、違和感覚えました？覚える人は多いんじゃないですかね。なんでだろうと、SaaS もあるじゃんと、セールスクラウド、サービスクラウド両方ともあるじゃんっていう風な考え方だと思うんですけど、SaaS はソフトウェア as a サービス、PaaS はプラットフォーム as a サービスなんですけど、実は SaaS が即効性があるシステムなんですね。営業とかコールセンター業務の機能をより早く使うことができるんだけど、PaaS はカスタマイズができるんですよね。なので、その SaaS と PaaS をうまく組み合わせをして全社業務の基盤にすることが、このセールスソースでできることなんですよね。じゃあ、具体的に ERP の生き方と自社における適用例ということで3つ記載をしています。セールスソースを ERP に活用することで、スモールスタートとスケール拡張ができます。例えば、初めは SaaS を使ってるけど、業務が複雑になってきた。こういうこともやりたいなと思ったら PaaS を使っていくっていうふうなところだったりとか、初めから PaaS の部分を使って業務の自動化とか再現性を向上したりとか、API 連携をすることによってフリー会計とかマネーフォワードと連携をしたりとか、チームスピリットを導入して原価管理をするみたいな観点で利益視点での経営判断ができるようになる。つまり、小さく始めて大きく育てることができるので、企業としてセールスソースを使いながら、初めは小さく始めて大きくビジネスを育てながらライセンスを追加するみたいなことができるようになるわけなんですよ。じゃあ仮にクラウド ERP を入れた時のメリットデメリットのお話をしていきたいなと思います。じゃあメリットって何があるかっていうと、お伝えした通り部門横断での業務プロセスが統合されるので、例えば営業が入力した情報を経理が入力しなくていいとか、マーケが見つけたリードを Excel スプレッドシートで共有しなくていいみたいなのがクラウド ERP のメリットですし、良い数字も悪い数字もリアルタイムで把握することができるので、経営陣はキャッシュフロー分析であったりとか、資金繰りっていうところが見やすくなるっていうのがメリットです。
一方でデメリットをしっかりお伝えしないと取り組みってできないのかなと思っているので、デメリットをお伝えしていくと、まずクラウド ERP を運用する社内体制が必要だと思ってて、システムは導入すれば終わりではなく、その後から運用がスタートしていくので、自社でするか他社に依頼できる環境かっていうのをしっかり見定めないといけないと思ってます。フライクに依頼をすれば全部うまくいくっていう風なことでもないですよね。ないと思います。社内の中にシステム管理者かアドミニストレーターって言われるシステムをメインで見てる人がいないと無理だと思うので、クラウド ERP を導入したい企業さんは社内の中の体制を整えることからまずスタートだと思います。いかがです？いや、そうだと思います。運用するのは自分たちなので、やっぱり自分たちの中で日々運用できる人を作るっていうのはもう必要だと思います。ありがとうございます。では次、業務のやり方から見直す必要が出てくるので、 ERP を導入するっていうのは全社の最適化、その最適化のやり方をするために各部門がやっていることをこれやり方変えてねって言わなくちゃいけないこともあると思うので、業務フローの見直しをする必要があるし、標準化をする必要があるので、それに取り組みたくないっていう企業さんはまずやらない方がいいですね。あとは複数 SaaS に対するアレルギーというか IT リテラシーですね。いろんな IT ツールを使うことになるので、 API 連携とか SaaS の管理とかいったところまでを全従業員が把握する必要はないけども、アドミニストレーターの人はレベル上げしないとその管理はできないと思いますし、従業員の方で日頃 IT ツールあまり使っていない方は日頃使う IT ツールが増えてくるので、しっかりこの IT ツールのオンボーディングって言われるところをしなくちゃいけないので、リテラシーが低すぎるのもできないと思ってるんですよね。なので、セールスフォースを営業部門だけで使う CRM に留めるか、全社の情報基盤として戦略の武器にするかっていうのは、ちゃんとメリットデメリットがあるので、しっかり見定めてくださいねっていう風な意味合いです。ここで少しパンドラの箱というか、一石を投じようと思ってるんです。この ERP をどのセールスフォースパートナーでもできるかっていうと、僕はできないと思ってるんですね。よくさ、セールスフォースさんからお客さん紹介してもらうことはねえな。セールスフォースを導入している企業さんから連絡来た時に、ボックスを導入したいですと。セールスフォースは違うパートナーが入れているので、そのパートナーではないフライクさんにボックスは依頼しようと思ってますっていう問い合わせが来るんだわ。断られました多いですよね。今の既存ベンダーさんにボックスと連携したいって相談したら、いやうちボックスは分かんないからみたいなの多いですよね。調べるつもりもない。その人たちにこの ERP は無理と思ってる。だって経営に興味がないと無理だもん。数字に興味がないと無理だもん。ってなると、全てのパートナーにこれを依頼するのは無理だと思っているので、システムを全社戦略の武器に変える、むしろ自社は変えているっていう風な企業さんじゃないと、システム導入の開発パートナーにしちゃいけないと思ってます。なので、ここで紹介しているその目線を持つパートナーっていうのは、ぜひチェックをしてもらいたいです。いやー、また波乱呼ぶだろうな、こういうこと言っちゃうと。でもね、本当ね、このクラウド ERP 化には3から5年間ぐらいどうしてもかかっちゃうんですよね。なので、目の前の現金を取りに行くんだったらシステム開発だけをした方がすごく楽だなと思うけど、経営を良くしていきたいとか数字をちゃんと見える化していって次の世代に残したいみたいな経営者とそれを伴走するパートナーじゃないと、僕はこのクラウド ERP っていうのは簡単に手をつけちゃいけないと思っているので、クラウド ERP を取り組みたいなっていう企業さんはパートナー選びもしっかり考えていただけたらなっていうふうに思っております。今日の動画のまとめなんですけど、この第1章ではセールスフォースを全社の業務基盤にする ERP の考え方をお話をしてきました。ポイントとしては4つですね。営業部門だけではなく、契約、請求、利益まで管理をつなぐ全社的なデータ統合の価値がクラウド ERP にあります。ただ、クラウド ERP には組織最適化するにあたってメリットもあるしデメリットもあるので、しっかり把握していきましょう。そして、それをやりたいなと思っても、システム導入だけをしているパートナーさんは、残念ながら伴走型のこの ERP という観点ですることはできないので、ちゃんとパートナー選びからをやりましょう。そして最後、セールスソースを中心とするクラウド ERP の発想は、全社経営戦略として3から5年計画を
段階的に進むべきっていうのをお伝えをしてきました。初めの内容としてはちょっと重い内容だったかもしれないんですけど、このクラウド ERP っていう発想は中堅企業や中小企業にはめちゃくちゃいい発想だと思うので、ぜひセールソースを使っているとか、Box 使っている、フリー会計使っているっていう企業さんは、ぜひこの続きも第2章、第3章ありますのでご覧ください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。いいねと思った人いるかな？まあ難しいですからね。いてくれたらいいね。いいですね。ぜひいいねボタンよろしくお願いします。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。